皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？皆さんはこんなことってありませんか？自分自身忙しい時期なのに、同僚が疲れているのを見て、思わず私がやろうかと代わってあげた。自分の心の余裕もない時なのに、話を聞いてほしそうだなと思う相手に、何かあったのと自分から声をかけた。周りの人の様子や気持ちを察して行動に移せるのはいいことですよね。でもその一方で、家族や周りの人から頼りにされて、どんどんやることが増えてオーバーワーク気味になっていたり、気づいたらいつも聞き役になっていて、自分の話を聞いてくれる人は誰もいないなんていうこともあるかもしれません。周りの人の小さなサインに気がついて助けることができるのはあなたの強みです。でも困ってる人を見かけるたびに、自分が助けないと反応してしまうのであれば、それはあなたの責任を感じる範囲が広くなりすぎているのかもしれません。子供の時、お母さんが忙しくて、自分が弟や妹の世話をしなくてはいけなかったり、お父さんがあまり家にいなくて頼りにされていたという人は、責任感が強くなりすぎることが多いようです。本来子供は気分屋で無邪気なものです。子供だからそれでいいんです。でも子供時代に親を助ける役割を担いすぎると、本来自分の責任ではないことまで背負うことに慣れてしまって、責任を感じる範囲が広くなってしまうんです。もし周りの人を助けすぎてしまって、自分自身の幸せ感が減っていたり、自分ばっかりやってると感じたり、また相手の自由奔放さや無責任さにイライラするのであれば、それはあなたが助けすぎているサインです。人を助けることが身についている人は、助けを頼まれる前から困ってそうと感じ取って先回りをすることも多いです。でもそんな時にすぐに行動に移すのではなくて、本当に自分が助ける必要があるのかな、助ける余裕は今の自分にあるかなと一呼吸置いて考えてほしいんです。世の中には責任感が強い人もいれば、その逆で本当はやればできるのに助けてもらうことが当たり前になっている人もいます。人に頼ってばっかりで、そのために自分に自信が持てなかったり、自信はあるけど自由奔放で無責任、困ったら誰かが何とかすればいいと考えている人もいます。助けすぎは自分が大変になってしまうだけではなくて、相手の自信や我慢や忍耐などの成長する機会も奪ってしまうということなんです。今までずっと身近な人を助けてきた場合、突然やめようとすると、自分勝手だ、自己中心だと相手が怒り出すことがあります。でもそれは本人が自分勝手で自己中心だから、あなたが自分の思い通りにしないことを怒っているというケースがほとんどです。だから罪悪感を感じる必要はありません。相手の怒りに反応してあなたが怒り出す必要もありません。そう思うんだね。でも私はもうやらないことにしたからとだけ繰り返してください。何を助けるか助けないかは相手が決めることではなくて、あなた自身が決めることだからです。私の友人で車椅子の方が仕事の視察で北欧に行った時のことを話してくれました。バスケットの交流試合をした時、勢い余った友人が車椅子ごと転倒したそうです。すると近くにいたスウェーデン人の人が、
助けが必要ですかとすぐに声をかけてくれました。ところが友人は本当は助けが必要だったのに思わず大丈夫と言ってしまったそうです。するとその人は友人を置いてさっさと試合に戻ったと言います。その時に相手が必要なことは助けるけれど自分でできることまでは手を出さないということが相手を本当の意味で尊重することなんだと分かったと話してくれました。一方的にあなたが頑張り続ければほとんどの場合その人間関係は徐々に悪くなっていきます。このぐらいはやってくれてもいいんじゃないとか、頼まないのに勝手にやったんだからやりたかったんでしょという甘えが生じたり、感謝の足りない相手に腹が立ってきたり、私はこんなに頑張ったんだからあなたもこのぐらいはやってという気持ちが働き始めるためです。さあ、今日の話、皆さんはどう思いましたか？助けすぎてしまう人はこうしたいという自分の気持ちよりもこういう場合はこうした方がいいと理性で物事を判断する傾向が強いようです。長い間周りの人の気持ちを大切にしてきたのだから今度は自分の気持ちも大切にしてあげてくださいね。悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫。あなたにもできます。では